これで1学期の授業は全部終わりだ。それから今年は地正月だ。祭りもあるが何が起こるかわからないからあまり羽目を外さないように。何その格好。前回の戦いで服をダメにしてしまったからな。もっと強くなりたいって。だからシディのお父さんに稽古つけてもらうことにしたんだ。生まれたことを後悔させてやる。かかってこい。そのゴブリンはゴブリンとくくるにはあまりに強すぎた。ゴブリン、意中の弱者の代名詞。数は多く繁殖能力には優れるが戦闘能力は低い。そんなゴブリンの中に現れた突然変異体、武者の工事ゴブアツ。戦いを愛し戦いに愛されたそのゴブリンは意中の実力者を次々と倒していった。やがて神と崇められていた怪物にさえ勝利し、神殺しの異名が意中全体に轟くようになった頃、伝説は突如として終わりを告げる。神殺しとまで崇められたゴブリンの伝説を終わらせたのもまた同じくゴブリンであった。本当に大丈夫なのかな。シディのお父さんとはいえゴブリンって非力な種族だし、正直弱そう。悪いけどシディに修行頼もうかな。私のバカ。シディのお父さんがただ者なわけなかった。今まで戦ってきた誰よりも強い。確かにゴブアツさんに教われば強くなれるかも。世間は地商祭だってのに僕らは補習か。俺田舎育ちだからいまいち理解してねえんだけど、地商祭って何なんだ。そもそも地正月はわかる？意中の地表と地球の地表がすっげえ近づく1ヶ月だよな。確か10年に1回だっけ。普段は特殊な能力を持った宇宙人や特殊な技術を持った船を使わないと宇宙と地球は行き来できないんだ。それを事業化している宇宙人もいるな。なるほど、航空会社みたいなもんか。さあ地正月は空を食べる宇宙人だったら簡単に地球に入れるくらいの距離まで近づくんだよ。だから20年前の最初の地正月は大パニックだったらしいよ。そこで16年前、相当結界という地球を守る結界を人間に好意的な宇宙人が送ったんだな。相当結界？人類に対する敵意を察知して地球に入れないようにしてくれるバリアみたいなもんだって。人類への敵意？特定の誰かではなく人類という種族に対して危害を加えようとするものを地球に入れないようにするということだ。結界が来てからは地球はある程度平和になった。その平和を記念して開催されるお祭りが地商祭だよ。実際は宇宙人観光客相手に荒稼ぎしようと人間が画策して作った祭りだがな。そっか、こいつら宇宙人だもんな。てか浅尾は？あいつは地商祭の準備、家族が深く関わってるから補習免除だって。許せんな。で浅尾はその祭りで何やんだ？焼きそばの出店？相当結界の護衛だよ。は？相当結界を地球に贈呈した宇宙人こそエルフだからね。浅尾殿はエルフの王子ゆえな。マジか。腹立つから式典当日浅尾殿をからかいに行かぬか。それめちゃいいじゃん。影千代も来るよね。いや俺は一人になったらどうせまた色々と考え込むのだろう。明智よ。というのが式典当日の運びになります。結界なんて人前にさらさない方が安全だろう。我らエルフの精鋭が護衛に当たっています。万が一もありえません。人間の機関にも協力を要請したようですし、そちらはそこまで期待できませんが。だったら当日の俺も。それは受け入れてください。浅尾様はエルフの第三王子なのですから。そんだけの力があって強くなろうとしねえのは怠惰なんじゃねえのか。
お前は見てるだけか？久しぶりだな。覚えてるか俺のこと。アヌビス。覚えててくれて嬉しいよ。今日来たのはさ。あれなんか怒ってる？ゴブリンの言葉はわかんねえんだ。シディ頼むよ。悪い面倒だから殺しちまったわ。今日来たのはさ、CD を消すためだ。何あれ、強かったゴボアツさんが一撃。怖い、目合わせたら殺される。シディ。喋るな、舌を噛む。シディ、何あの人。ゴボアツさんは。父さんなら生きてるはずだ。とにかくヒサメ、逃げろ。俺はアヌビスを知っている。アヌビスは嘘をつかない。俺を消すと言うなら消すつもりだろう。そんな。大丈夫だ。奴の狙いが俺だけならヒサメに用はないはずだ。逃げんなよ。待ち合わせ場所から離れちまうだろ。見た目はあんなに可愛いのに、今までのどんなものより怖い。ヒサメ、逃げてくれ。無駄死にだ。私がシディと残っても無駄死にするだけ。シディも私が残ることを望んでない。下手にカッコつけても誰も幸せにならない。そんな自己犠牲。でも無理だよね。ヒサメ、逃げるんだ。分かってくれ。分かってほしいのはシディの方だよ。かれこりゃ3人は誰一人欠けたらダメなんだよ。ヒサメ。分かった。勝つぞ、ヒサメ。神谷、全部お前のせいだよ。お前のせいで俺たちは死んだんだ。俺たち？お前と関わった人間はみんな不幸になる。だからお前は一人ぼっちだ。影、バイバイ。もうお前と一緒にいれん。シディ。なあ、おい待てよ。なあ、いつまで寝ている？夢？もう諦めろ。また失敗か。5秒と自我を保ててなかったぞ。そうか。わしはもう疲れた。ま、今日は帰るか。コンビニでアイスを貢がせてやってもよいぞ。買ってくださいだろ。ふざけるな。わしはソロモン72柱の。はいはい。久とシディ、元気にやってるかな。もうちょっと強くなってると思ったけど話になんねえな。あれ、お前ゴブリンだよな。百戦錬磨の武者の工事ゴブアツは初撃でアヌビスとの力の差を悟っていた。強者ゆえに察してしまう力の差。敗北を認めた瞬間、戦いから楽しみは消える。生物としての本能が恐怖というサイレンをかき鳴らす。ゴブアツにはこの時2つの本能が働いていた。生存本能に従いシディを見捨てて逃げるか、種の繁栄の本能に従い残りの子を守るためシディを見捨てて逃げるか、どちらの本能も彼に逃げろと問いかける。妻との約束は神を前にしても保護にしない。武者の工事ゴブアツとはそういう男なのである。強いな。この体じゃ勝てそうにない。だけど
全盛期がとうに過ぎてるな。ゴブリンの寿命は30年ほど。ゴブアツは強靭な肉体で30年以上生きていたが、肉体の全盛期はとうに過ぎていた。その上、地球に来てから視線をくぐるような戦いから離れていた。ほら、行くぞ。逃げりゃいいのに。マジ？な、ちくしょう！はぜろ！じゃあな、ゴブリン。ててて、聞いたな。あんな化け物がいるなんて聞いてねえよ。けどシディは手に入った。ふん。お前、早く消えろよ。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。